はい、それから長い時間瞑想を実践して心清らかになるまで頑張る主義のレッスン3つを説明します。レッスン678で、まず覚えておいてください。簡単です。立つ、歩く、座る。3つもいっぺんに理解できます。で、今まで悟りに達した方々は誰でもこの立つ、歩く、座るという3つの瞑想で、成功したんですね。だから言って他の瞑想をやらないと意味がないんだけどね、この最後にこれになるんですね。そこでこの瞑想っていうのはそんなに難しくもなく一緒でもできるし何時間でもできますね。で、この生きるってどういうことかと科学的に見てみること、神秘的にでも宗教的でもストーリー的神話的でも見ないで、ただ自分の体を見てみる。体が生きているんだからね、この体が何やってるのかと。主に体動いてるんだよね。動きの場合は切っちゃうと歩く、立つ、座る、横になるっていうのは基本的な行為4つあるんです。これどんな生命もやってるんです。歩く、立つ、座る、横になる。言ったら蛇はどうやって横になるのかとかね、座るのかとか聞かないでください。私に聞いたって私は蛇じゃないんだから。我々知ってる生命はね、仲良くしてる生命は大体それ4つやっていますね。その中で横になることを瞑想にしちゃうとまずいんです。なぜかというと横になるのは寝るためなんですね。だから決まってるんですね。横になると何するのかと。ですから寝ることは瞑想じゃないんですね。寝ること瞑想だったら人類は全ての生命はもう悟ってるでしょうね。人間より先に猫が悟ってるでしょうね。だから寝ることは瞑想じゃないんです。寝ることが仏教であまりそういう先生のなせならば寝る間で脳開発は難しいんですね。脳は自分で決まったプログラムで動いてるだけで外のデータも何も受け入れないんですね。だからアイドリング状態で動いているんだけど車アイドリング状態で何もやってないんですね。だからアイドリング状態の車っていうのはやっぱり使い物にならないね。これギア入れないと、クラッチ入れないと。ですから残るのは歩く、立つ、座る。そこをね実況中継入れてみる、それだけ。で座る瞑想でまたもうちょっと詳しく説明します。まず立つ瞑想を説明しましょう。立つ瞑想っていうのは至ってシンプルで立つことです。何のこともないんです。立つというこの行為はどのように成り立っているのかとコマ動きでチェックしてみるんです。だから立つ場合は体崩さなくちゃいけないんですね。今座ってると仮定しましょう。座ってる人が立たなくちゃいけない。それで立つ瞑想にする。それで今私も座ってますね。で私は立つ場合は
私には残念ながら足2本あるんですね。だからすぐ両方足いっぺんに使いたくなっちゃうんです。これって怠けなんです。そうではなくて一個ずつ動かしてすごく伸ばしてスローで立ってみるんです。例えば今の座り方から見れば左足を先に動かしやすいですから、左足上げる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 立てる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 。こんな手を立てたらなんかまずいように感じるんだから、そこでストップする。で手がこのよりはかすった方がいいんですね。ですから右手伸ばす伸ばす伸ばす、奥奥奥、左手上げる上げる伸ばす伸ばす、奥奥奥。年寄りの私はちょっと手に力入れなくちゃいけないんですね。力入れる。で右足上げる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 立てる。それから腰を上げる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 。前に体を移動させる移動させる。でこれはあくまでもスムナサールという年寄りの立ち方で、皆様は真似する必要はない。皆さんは皆様のやり方でやってください。それからで胴体を上げなくちゃいけないんですね。で上げる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 、胴体上げる。こういうふうに上げる上げる立ちますね。立ったら両足をこういうふうにやるんですね。それでこういう実況を調整するんです。右足広げる広げる広げる、左足広げる広げる広げる、右足広げる広げる広げる、左足広げる広げる広げる。で肩幅程度に両足を広げるんです。それからキャメラで見えないことがあるんです。こういうふうに均等になる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 と実況するんです。実況しながら体均等になるので回すんです。均等になる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 と言いながら、左足と右足とかちょっと感じてみるんです。こういうふうに振ることはしません。振らない。代わりに均等になる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 と実況中継すると、体が自分勝手に均等になってくれるんです。均等になったら次運ぶ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 結ぶ結ぶ結ぶ。両手をこういうふうに結んじゃうんです。次背筋を伸ばすんです。背筋伸ばす場合はお尻で伸ばすんです。お尻にちょっぴり力入れて伸ばす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 と、で背筋を伸ばすんです。そこを伸ばしたら柱になるんです。いわゆる1ミリも動かないでこういうふうにいるんです。柱になってから下半身感じるんです。下半身感じて、立ってます感じています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 と実況調整するんです。この立つ瞑想はだいたい10分15分ぐらいやってほしい。それで適当にまず足をこうやってちゃんと広げることをやってくれると、ちゃんとバランスを整えてよく立っていられることができるんです。ちょっと時間経つとこの立つという
働きが分かってくるんですね。体の感覚が仕事をして立たせてくれるんだなと。だから足すということでも一個の仕事ではなく、ずっと連続して足すということをしなくちゃいけないんです。神経が絶えず仕事をしなくちゃいけないんです。感覚が絶えず変化していかなくちゃいけないんです。だからただ見た目はそうじゃない。ただ柱の上に立ってるだけ。立ってます感じています、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 立ってます感じていますと、そうやって言ってるだけなんで、中がすごい工場のように働いているんですね。それをチェックしてください。だいたい10分15分あたりで十分です。長い時間足す必要はないんです。はい、それで足す瞑想です。はい。